コウタです。タイです。今日は住んでみたからこそわかる台湾移住のデメリットについてお話をします。それでは世界移住チャンネル行きましょう。 Let's get started。 世界移住チャンネル。これからは台湾のデメリットをお話ししますが、私たちは台湾が大好きです。大好きです。あなたにぜひ暮らしてみてほしいと思っています。その上で今日は気をつけるべきことをお伝えしていきますね。また移住のメリットについてはこちらの動画で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。それでは一つ目のデメリット、それは雨の多さです。すごかったね、結構ね、結構降られたね。これね、いつ降るか予想がつきにくいっていうのがちょっとポイントというかね、難しいところだったねで、台北では年間平均の降水量は 2500mm。 かなりの雨になってきました。やばいです。これはやばいです。なかなかな雨っぷりで、一方東京の年間降水量は 1500mm、で東京に比べてだいぶ雨が多い印象です。すごいね。だからこれだいぶ違うやん。そう難しいのがちょっと予定が立てにくい。2倍まではいかへんけども、ランチで例えば徒歩5分のここに行こうっていうのを決めてってね、そうやな。決めてって出ようって時に突然降り出すとかね、確かにあったりとか、今度は帰りに降ったりとかね、するから、まあ傘があったりとか、なんかちょっとした持ち運びのいいポンチョみたいのがあったらすごい楽かなというふうに思うよね。そうやね、現地になんか住んでる人曰く台湾の折りたたみ傘はめちゃくちゃいいらしい。いいね強いらしいよ。というわけですよね。そう言ってた。ぜひそれを買っていただければと思います。はい。さらに8月以降は台風シーズンがあり注意が必要です。おまけに地元の方によると冬は北風が強く意外と寒いそうです。冬は薄手のダウンジャケットやコートを着ている方も多いようです。一方、晴れた日の移動に便利なのが U バイクです。 U バイクというのは台湾で広く使われている公共の自転車シェアサービスで、台北をはじめとする多くの都市で展開されています。これタイミさん使ってみましたけどどうでした？めちゃくちゃ便利で、アプリをダウンロードしてスマホがあれば誰でも借りれるっていう感じになってるので、めちゃくちゃこれは良かったです。なんか押した？電源押したの？電源押して、QR 出てる。 QR を読み込んでで、なんか暗証番号みたいなもう入れてもいいのかな。もうできたの？はい、これでロック解除できます。早っ。マジで解除できたん？チューンって言ったよね。でもいけてる。すごい。しかも拠点がたくさんあるし、その拠点もアプリですぐ探せるしね。そう歩いてこの3分ぐらいでこの拠点があるんだってそこまで行って借りに行ったりていろいろ行けるというね。そうね。でしかもなおかつ利用料金がとても安いということで、街中での観光や移動は本当に便利です。観光など交通手段として台湾を訪れる際はぜひ利用してみるといいでしょう。なんかめっちゃいいわ、この景色。台湾っぽいわ。チャンネル登録お願いします。次のデメリットは意外と英語が通じないです。間違いない。私たちは外国人としては外国にいるとどうしてもね、やっぱり英語って通じるもんだっていうふうに思ったりしていますよね。でも台湾は意外と英語が通じません。タクシーとかね、飲食店入ってもなかなか通じない。そうだね。ホテルや一部の高級な飲食店を除いてだいたい英語が通じないというふうに考えた方が良いでしょう。140。谢谢。まず48。40。いけた？谢谢。バイバイ。ハウチ。英語より日本語の方が通じる。それはあり。めっちゃ中国語でガンガン話せられるけど全くわからない。ひとまずこれで注文するらしい。麺が一応麺訳してみましょう。でもなんと台湾政府は2030年バイリンガル国家計画として英語力強化を進めているので、今後はもっと英語が普及していく可能性が高いです。実際に若い人は人によってはかなり英語が話せる印象でした。今では大臣とかも結構英語を流暢に話せて、オードリー・タンっていう昔の IT 大臣がいたりしましたけれども、すごくもう英語が流暢な人が増えているというのが印象です。そうだね。
で逆に驚いたのが先ほどタイメさんが言われた日本語が通じること。そうだよね。これは本当に驚きました。めちゃくちゃ陽気なお姉さんがなんか手伝ってくれます。3人。オッケー。란탄 밑에 아 이지 니노 산 하나수 どっちかというとこっちの方が通じる。で多くの人が片言のね日本語を覚えているし、片言ではなくてちゃんと覚えてる人も結構いて、そうやね。流暢に話せる人がいるということで、私はねスターバックスにいた時に女性に話しかけられて、最初ね席使えますかみたいな感じで英語で聞いたらこっちの方じっと睨んできて、あなた日本人っていうふうに聞いてきて、その後私の横にカウンターで座ってずっと1時間半、その後話し続けるということでね、中国と台湾の問題だったりとか、華僑の文化だからお金というのがすごく大事な文化で、結構お金の話題をよくしましたね。あなたはいくら持ってんのぐらいの感じで結構聞いてくるみたいな。そう大阪あなたお金持ちもしやみたいな感じで聞いて自分で私マンション買って今お金ないとか言って自分のお金事情も話すし、そんなことよく言ってましたね。ちなみにこのチャンネルは数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして3つ目のデメリット、クレジットカードが意外と使えないというちょっとね残念なお知らせです。で台湾、アジア諸国そうですけど結構 QR コードの決済が復旧をしています。でこれは本当に便利なんですが、日本人は使うことは基本的にはできません。これは台湾の銀行口座を持っている人のみ利用できるということで、そちらで持っていないと厳しいということですね。で意外と外国人向けのクレジットカードが使えない場所も本当に多いです。特に小規模な、ローカルの店舗だったりとかする場合は、現金が主流というふうに考えてよいでしょう。だから我々は外国人、現金を持ち歩いておきましょうということなんですね。そうだね。しかしここで朗報です。台湾には ATM 手数料が無料で日本の銀行口座から直接現地通貨を引き出せる ATM がたくさんあります。特に国際空港にあるピンクの看板の台湾銀行の ATM はとても便利で、 ATM 手数料無料なので空港に着いたらすぐここで現地通貨を引き出しておくと良いでしょう。これはとても便利だったね。これってさ ATM 手数料無料でもなんか為替的なやつはかかってるのかな。もちろんかかってるけど手数料もほとんどかからないで、銀行よりも実はレートがいいというようなレートになっています。カードキャッシングとかよりもはるかにいいってことはだね。るかにいいです。で次の大きなデメリット、それは台湾のご飯が美味しすぎて太るというデメリットになります。これは女子には厳しいデメリットです。女子には厳しいです。本当に食い倒れるんじゃないかというぐらいご飯が美味しく、なおかつ、餃子にしても他の料理にしても炒め物だったりね、油を使った料理というのが多いので、太ってしまう可能性があるということで食べ過ぎには注意です。確かに。お腹が足りない。もっと増やしてお腹。増やしたい。追加料金で。すごい。追加料金で胃を増やしてほしい。胃を。例えばね、小籠包、牛肉麺、夜市での屋台料理、そういったね誘惑に勝てない日があります。でグルメについては本当に美味しいので、また一つ別の動画を作っておりますので、ぜひこちらをご覧いただいて、もう何食べようっていうね考えていただきたいなというふうに思います。そうですね。しかもですね、デザートがちょっと女子的にはゼロカロリーなんではないかなって思うぐらい軽いスイーツがいっぱいあって、ついつい食べちゃってしまうっていうね。そうね、豆腐とかありますよね。それは何それは何それはどっちやばそうな、酸っぱい、やばそうな、そっちが来た、冷たい、こっちが来た。何その顔、移り変わり何だから、全部言葉で表現して。美味しい。鉄の美味しい。よかったよかった。これは何なんだろう。とにかく太ってしまわないようにということですよね。でそのためには台湾での運動ということをお話ししていきたいと思います。実は台湾はとても運動習慣を作りやすい環境にあります。なんと街中にはマラソンコースが整えられていることも多いですし、何より台湾全土にある公立の体育館を利用するのがめちゃくちゃ便利です。
はい、これからこの運動中心という台湾だったら全国どこにでもある、ジムとかいるフィットネスクラブとかプールとかいっぱいあるところに行ってみたいと思います。市民体育館。はい、こんな感じで入り口で受付をします。めっちゃプールの匂いするね。春木の。ここは LINE 支払いプランがたくさんあります。支払いプランやってイージーカードもいけるしね。ほんまや、イージーカードもいけるんや。これは交通系のやつですね、イージーカードは。まあ、こちらのスイカみたいな。そうそう、スイカ。私たちは LINEPay で払いますけども。LINEPay は台湾で生活なら必ず入れといてください。そうやな。結構これしか使えないところがあるんで。完璧です。はい、完璧です。でもらえないと紙を。QR で入館証になりますので、はい。入っていきたいと思います。台湾のどの都市でもこのそう市民体育館はありますので、ここで同じように運動ができます。ジム契約しようかなって言ってたけどね、しなくてよくなったね。そう契約したら5000円ぐらいかかるんで、月ね。それだと1回250円なんでね、安いね。このタオルを持っていくと、自分のタオルでもいいんですけど、タオルなかったら買わないといけない。ここで100円ぐらい。あとこういう水入れるウォーターサーバーもあったりとか。今日なんとマッサージやってるやん。いいやん。でもお金がほんまや。LINEPay じゃ無理かな。なんと今日はそういうイベントあるなんて。マッサージイベント。卓球スペースがこんな感じであったりとか、あとあっちはなんや、ダンスかな。ダンスがここやってて、この隣が合気道。すごいね。でここキッズスペースになってます。どんな感じで入るかをご説明します。はい、この QR をねかざして入ります。以上です。はい、いってらっしゃい。ここは本当に便利だったね。ねえ、安いしね。なんかもう巨大な6階建てぐらいの建物があって、そこに行ってみたらすごいもうね、各階いろんなアクティビティがあったりとか、ジムだけじゃなくて卓球やる場所があったり、プールがあったり、剣道場があったり、本当にいろんな場所があって運動しやすいという状況になって、しかもこの支払いがね、LINEPay でできるというね。これいいよな。我々もようやくなんかペイ決済できるみたいな感じで嬉しかったけど、だから皆さん台湾来る際には LINEPay とクレジットカードの決済を連携しておくと、その LINEPay から日本のクレジットカードを使えるようになりますので、ぜひね登録していただければと思います。美味しいご飯を楽しみたいからこそ、台湾ではぜひとも運動しましょう。日本の音楽かかってますワンコかかってました。そして次のデメリットは家賃の高さです。坂戸先生、これは台湾では大きな問題となっているんですよね。説明しようそうなんですよ。この台湾のね、家賃問題というのは本当に深刻です。で、実は台北の中心地は今や港区並みの高さと言われています。やばいね、それは。この間もね、ご自身の持っていたマンションが結構値上がりして3億円になったっていう方にね、お会いしましたけども、それぐらいどんどん値上がりをしていると。なぜかというと、台湾というのはこの10年間日本と比べるとではありますが、景気がいいんです。特に IT 産業を中心としてすごく発展してきています。で、この10年間で台湾は 37% 成長している。すごい。一方日本はたった 4% ということで、どんどん値上がりしている。我々が住んでいたタオエンというところのマンションですら8800万円でね、2LDK ぐらいだったかな、3LDK ぐらいだったかな、いう形であるんで、すごく高くなっているというのが現実であります。台湾にホストクラブあるそうです。すごい。ナンバーワンこの人。なあ。
ちょっとこのポーズやってよこの一番ナンバーワンのポーズ取ってよ。元ね歌舞伎町でブイブイ言わしてたんでなりきってますいけるいける、売れると思うで、特に大変なのが地方から出てきた台北の学生さん、大学のね学生さんがすごい大変です。これはニュースでやってたんですけど、一人暮らしはほぼ無理ということですね。家賃が高くて、でシェアルームが一般的です。我々も Facebook でマーケットプレイスっていうのがあってね、そこで、いい物件ないかなって探そうとした時に最初6万とか7万とかで、安いやんって思って、ね、写真見たらいい場所だなと思ってあったんですけど、よくよく見ると全部シェアルームだった。全部シェアルームこんな物件の場所がっていうことで全部シェアルームで、でも6万から7万するわけですよね。なかなかやったよね、一部屋しかないのにちっちゃい。だからちゃんと借りたら20万とかそれぐらいするというような状態で、学生さんにはなかなか払えないということで、今やシェアルームであり、しかも学生さんはアルバイト掛け持ちでその家賃を払いながら、授業料も親御さんに援助してもらいながらということで、結構大変な状況にあるって、勉強に集中できないといった問題が出てきているというのが現実になります。物価も日本とそこまで変わらないので、なかなかそのコスト高のところはあるかなって思いますね。スーパーを考えると、例えば日本のチェーン店だったら日本より高いし、他のもの、台湾ローカルのもので少し日本より若干安いかなっていうぐらい、そうやな。ね。シェイシェイ、バイバイ。はい、ね、こんな感じでレシートもらえるんですけど、なんとこの台湾ではこのレシートが抽選なんて言ったらいい、抽選宝くじみたいな、全レシート宝くじみたいになってるらしくて、なんか何ヶ月に1回って言ったっけ、2ヶ月に1回ぐらいやったっけな、発表があるそうです。とはいえですよ、とはいえローカルフードは安いですよね。ローカルフードめっちゃ安いよね。現地の例えば日本で食べる小籠包はすごい高いイメージあるけど、あちらね庶民料理なので500円とかで絶品の、お腹いっぱい食べれるよね絶品の小籠包いいよね。それはいいよね、ローカルフードはとにかく安いね。そうですね、でタクシーも日本の半額ぐらいですね。そうやな、そういう意味でもウーバーがあちらは使えて、それが安いのでそれをね、使ってみていただければなというふうに思います。はい、では最後のデメリット、外国に来ている感じが薄いです。ちょっとね薄いですよね、ここは日本じゃないかって錯覚するぐらいの場所も中にはあったりして、台湾は日本の文化と非常に近くてとても住みやすいんですよね。その代わりで街歩いてても日本のチェーン店とか日本語が結構溢れているので、日本と似ているところが非常に多いです。あれ、ここ大阪だったっけみたいな感じの雰囲気のところとかもあります。日本のチェーン店ばかりの看板があったりねそうしますね。でそれはとても便利でいいことなんですが、異国情緒を求めてる人には少し物足りないかもしれません。でも中国語看板結構あるから、そういう意味では外国やって思うかもしれないけどね、だしちょっと路地に入るとね、そうここいい場所だな、このまさにエモい感じのね、なんかノスタルジックな感じの、台湾だなって来たんだなっていう感じのところがあるんで、そういったところもね訪れていただければと思います。でこんなデメリットがあっても台湾の感想どうですか、たいめさん。いやー最高ですよね。結局最高ですね。結局タイトルでデメリットとか書いてるけど、やっぱりあったかいし、資本主義がちゃんと機能している、だからもちろんコンビニもスーパーもあれば日本のチェーン店もあれば、もう美味しいものもいくらでもあるというようなことはね、すごくそして優しい人いっぱい、人は本当に親切ねえ、こんな国ってなかなかないから、本当に移住ちょっと海外でしてみたいなって思ってて、でも不安っていう人は本当に台湾からまずスタートしてみたらっていうぐらい、めちゃくちゃいいよね。だから親日国って言われるけれども、本当に我々が親日国だなって感じるのでタイか台湾ぐらいしかないよね。そうやんな。そこの2つは本当にみんな日本人みたいな感じでウキウキしてね、話しかけてくれるっていうことで、特に台湾はその傾向が強いので仲良くなれそうだなというふうに思いますね。日本からのアクセスも非常に便利で、そこから東南アジアに気軽に旅行もできるという。そう、これね、例えばオーストラリアに行ったり、アジアの他の諸国に行ったりとかするのは非常に便利で、しかも安いんだよね。そういう意味でもいいよね、ハブになる場所というか。で場合によっては我々ね、沖縄住んでた時に、これコロナ前の話だけど、
台北経由でオーストラリア行った方が東京経由より安かったっていう経緯があるんで、そうだったらということで台北でちょっと2泊して、旅行して帰ってきてオーストラリアで遊んで帰ってきたっていうことがありましたね。そういったこともできますということで、台湾はぜひ住んでいただきたいというふうに思います。はい、以上、本日は台湾移住のデメリットというのをお話ししてきました。こんなデメリットがあってなお、台湾での生活は最高です。美味しい食事、優しすぎる人たち、癒される温泉、そして大好きな猫もたくさん。私たちも台湾に住むことで多くの忘れられない経験と大切な友人を得ることができました。台湾移住を考えている方はデメリットも知った上でぜひともチャレンジしてみてくださいね。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.